どうも、最低野郎のアルファです。SF 初心者のレイムです。てなわけで今回も皆さんとレイムに SF 超大作を紹介していこうと思うんですけど。そろそろ言いたいことがあるんだけど。どうしたの？ついに SF に目覚めてくれたの？いや全然目覚めないよ。だって前回もゼイラムでしょうが。だから目覚めたかなって。無理だよ。SF は SF でも国産で特撮で低予算でカルト映画とか、ここで目覚める奴はいないよ。ゼイラムでダメとは予想外。一回ゼイラムに頭殴られろよ。とにかく私が言いたいのは、いい加減変な特撮 SF ばっかり紹介するなってことだよ。いやー、でもまだジパングとかさよならジュピターとか色々。ダメだ、もういい加減一回アニメに行け。SF ロボットアニメとか、もう普通に誰でも知ってるやつだよ。実写はダメ？ダメだ、もう過去2回であんたの実写趣味が狂ってるのはよくわかった。そう言ってもな、ここは誰もが知ってるロボットアニメに行くんだよ。それで私でもわかるようなやつを紹介して SF 初心者に優しいチャンネル目指すんだよ。白いロボが赤いロボと毎回戦うやつ以外ならいいよ。なんでそんなガンダム嫌いなんだよ。SF チャンネルなのにおかしいだろ。まあいいよ、それじゃああれだよ。宇宙人が人類と戦って、飛行機が変形したりして、歌とか歌っちゃうアイドル要素や青春要素もある。ガンダムと同じぐらい有名なあの作品しかないよ。その手があったか。そういうメジャー作もたまに紹介してアニメファンのハートも掴んでいこうよ。よしわかった。それじゃあ今回紹介するのは、あの日本の SF ロボットアニメ黄金期を飾る超有名作。侵略者の宇宙人を倒すべく、戦闘機が変形して華麗な空中戦。戦火の中、それでも若者たちは恋と歌を忘れず。超時空。戦いの中を駆け抜けた日本が誇る世界的ヒット SF ロボットアニメ。それでいいんだよ。でもやっぱりバイクの方がかっこいい。誰一人信用できない地獄のロードムービー SF。待て。その名も、飛行創世記。やめ。モスピーダだー。だからなんだそりゃー。待って。だって最初からモスピーダ紹介しろって言ってたじゃん。言ってないよ。誰がどう聞いたってマクロスのこと言ってたよ。むしろそれ以外誰も思いつかないだろ。なのになんなの？モスピーダって何？またなのか。どうして同世代は誰も知らないんだモスピーダ。いや、そんなこと言われても、もう名前すら聞いたことないし、なんかスパロボとかに出てるやつなの。いや、出てない。じゃあそりゃ誰も知らないにキリスもそうだ。ダンバインは知ってる。レイズナーも知ってる。マクロスだって知ってる。なのにモスピーダは誰も知らない。そりゃ80年代のロボットアニメならスパロボにでも出てなきゃ今どスパロボが正義だって誰が決めた？いや待て。僕はスパロボが憎い。スパロボに出なけりゃ古い SF アニメのロボは、日本じゃみんな忘れてしまうこの現象が、僕はひたすらに憎い。いやガンヘッド参戦の時死ぬほど喜んでたろ。うるさい。ともかく今回はモスピーダを紹介する。まあとりあえず聞くけど、あんたが紹介するアニメってことは、もしかして、こけてる？こけてる。またかよー。しかも最後はバッチリ打ち切りだよ。アニメでもそのパターンやめろよ。けれど、実は本作以外のモスピーダはこけてないどころか、世界中にファンを作り上げた上 SF 史において重要な業績まで残してるんだ。本作以外のモスピーダ、ちょっと何言ってるかわかんないけど、なんでそんな作品が打ち切りでこけてんのよ。まあその理由はおいおい説明するとして、そろそろ概要の説明をするよ。飛行創世記モスピーダが放映されたのは1983年10月から1984年3月までの間、タツノコプロダクションが制作した SF ロボットアニメーションだ。その物語の舞台となるのが未来の地球。そこに宇宙人が攻めてきたから戦うよくあるあれね。いや、実はすでに地球は宇宙人に侵略されている。そう、ロボットアニメではかなり珍しい設定なんだが、冒頭からすでに地球は完全に宇宙人に支配されている状態なんだ。そこで火星に移り住んでいた人類は、地球奪還作戦を行い、なんとか地球を取り戻そうとしていたんだ。その第二次地球降下部隊の出撃が、この物語の冒頭部分となる。いきなり地球奪われてるところからスタートとかどれだけハードな世界なのよ。しかも1回目の降下作戦は失敗。地球をあっという間に侵略しただけあって、かなりヤバい相手たちだ。その第二次降下作戦に参加するのが、本作の主人公の一人であるスティック・バーナードだ。彼は意気揚々と降下作戦に参加するのだが、もう誰もが予想した通り敵の宇宙人に全滅させられる。いや待て全然予想してねえよ。それ人類の総力戦なんだろ。そんなあっさりでいいの？まあこんなの80年代 SF のお約束だからね。とりあえず全滅させとけ盛り上がると思ってるから。この時代の SF 全員サイコパスが作ってるのかよ。あとこの作戦でスティックの婚約者死ぬから。1話目だぞ。AT スコアそんなこんなで地球に不時着したスティックは、
ちょっとは聞けよ。死んだ彼女のことを思いながらも、なんとか無事だったバイクにまたがり生まれて初めて見る地球をかけ、様々な人や敵と出会いながら、敵の本拠地であるレフレックスポイントに向かって旅をするというのが主な流れだ。ほえーなるほどねー。でもこれロボットアニメだし、そもそもロボ出てきてないよん。いや、もう出てきてるよ。序盤にスティックが乗っていたよ。どういうこと？まず今作のロボットはこの戦闘機であり、その名はレギオス。戦闘機から変形するリアル系ロボットで、戦闘機形態のアーモファイター、中間形態のアーモダイバー、人型形態のアーモソルジャーに変形可能な可変戦闘機なんだ。主力武器はミサイルで、大量のミサイルを発射し同時に複数の敵を撃破できる強力なロボだ。かっこいいね。そうだろ、なんかリアリティがあるし。スマートでなんかおしゃれなキスラール。なんかガンダムとか違って近代兵器感が、めちゃくちゃ、マクロスじゃねえかバレたか。バレないわけないだろ。ロボットアニメを少ししか知らない。この私ですらわかるわ。ていうかがウォークモードじゃねえかこれ。いやーレイムなら気がつかずに布教できると思ったのに。こんなの無理だろ。マクロスシリーズの一作かと思ったわ。それが確かにそうでもある。このアニメを作っているのは超時空要塞マクロスに参加したタツノコ。タツノコはマクロスのヒットに味を占め、続いて同じテイストの作品を作るべく、このモスピーダを作ったと言われている。ただし、タツノコが持つのは超時空要塞マクロスの著作権であって、マクロスシリーズ自体は別の会社のものだ。よって、シリーズの続編を作ることができず、モスピーダーのようにマクロスによく似た作品を作って次のヒットを狙ったわけだ。しかしそんなものを受け入れられるわけもなく、放送時からマクロスのパクリと散々言われてしまう。まあ私でもさすがにないだろと思う。ただし、このモスピーダではマクロスもどきがメインではない。ロボットアニメなのに。そう、それがこのバイクだ。これってスティックたちが旅に使うためのやつだよね。そう、このバイクでの旅こそロードムビーとして重要なアイテムだが、実はこいつは変形する対インビット用アーマーなのだ。なんだってこのバイクをライドアーマーといい、運転できる鎧、移動手段として使えるし、敵と遭遇すればアーマーになる。武装はかなり強力で、ビーム兵器やミサイルまで使えるため、これを装着すればはるかに大きいインビットと互角に戦えるのだ。しかも走行中に変形してアーマーを装着できる。ちょっと待って、これ、危なくない？いやだって普通に走行しながらバイク変形してアーマー装着って、これ一歩間違えたら大事故じゃ。起きない、事故なんか、バイクが変形してスーツ装着という夢とロマンのシステムに、欠陥があったとしても、SF じゃこの一言で解決する。この宇宙じゃ事故らないんだよ。言い訳も壮大だな SF は。そして、主人公たちが乗るこのライドアーマーの名が、モスピーダという。じゃあこれがタイトルになってるの？そういうこと。ロボが出るからといって、ロボが主役ではなく、まさかの変形するバイクのアーマーが主役という、かなり特殊なロボットアニメなのだ。ちなみにこのライドアーマーのように、ボディを強化する目的で装着するメカを SF では一般的にパワードスーツという。パワードスーツね80年代や90年代はロボットものと同じくパワードスーツものもかなり人気があったのだが、その草分け的な存在がこのモスピーダなのだ。すごいんだこのバイク。このカクカクデザインが男の子の心をくすぐるし、僕はアキラのバイクよりもスピーダの方が好き。いつかもスピーダでツーリングできる未来がやってきてほしい。あと煽られたら即ライドオンしたい。警察に即通報するわ。安心してほしい。この見た目なのに、最高80キロしか出ないから。高速走るのもやっとっていうギャップがまた可愛いよモスピーダ。そして、かっこいいのはロボだけじゃない。この作品のオープニングもやたらかっこいい。音楽は五代五の竹川幸秀。作画は金田パースで有名な金田勲。今見てもかっこいいオープニングで癖になるよ。なるほどねまあとりあえず、このバイクがメインマシンってのは分かったけど、ロボはマクロスのパクリだし、制作会社はマジで意地汚いし、とにかく尖ってるのは分かったけど、やばい作品の空気がプンプンしてきた。まあ、せめて登場キャラの説明を聞いたら、レイムも安心してモスピーダを見てくれると思うよ。まあ、そりゃキャラがいければ少しはね。よし、それじゃあ張り切って紹介しよう。まずは主人公の一人であるスティックだ。火星難民の若者で軍人。軍人として堅物どころか、軍人は誰より偉いと思っている類で、20歳のくせに民間人には全員命令口調で接してくる。もはや武士と民レベルの接し方で来るから、見てると普通に腹が立ってくる。待て、これが主人公なの？そうだ、おまけに女性が仲間になりたいと言い出すと、俺は女性差別主義者だ、とんでもないレイシストぶりを発揮する。こいつ最低すぎるだろ。
まあ旗から見ると滑稽で思い上がった若者にしか見えないスティックは、実はただ真面目すぎるだけでもあり、堅物すぎるからこそのめんどくさいキャラ、故に人を疑うということもあまりなく、傷つくことも多いガラスの差別主義者だ。いやいやクソすぎるだろ。なんてやつ主人公にしてんだよ。そしてもう一人の主人公が地球生まれのレイだ。主人公が二人いるの？ああ、スティック一人だとあまりに胸くそ悪いので、陽気な地球生まれの主人公でバランスをとっている。それやるならスティックいらねえだろ。しかし、剣をキャラ立ちがヤバいスティックとは違って、レイはただ陽気な兄ちゃんという、得意語るところが何もないキャラなので、別に説明はない。ないんかい、仮にも主人公だろうが。で、次が、おーい、 13歳の地球生まれの少女ミントだ。常に結婚を夢見ており、誰彼構わず男を見れば求婚する超肉食な女の子。スティックやレイといった、メイン男性キャラから、毎回登場する男キャラなら誰彼構わず求婚を迫る。13歳のくせに男性依存がすごすぎだろ。まあね、マクロスのヒットから、恋愛要素を強めたキャラを出したら売れると思ったのかもしれない。なわけねえだろ。あのトレンディな恋愛に詰めたらなんでこんな怪物生まれるんだよ。とにかくすごいのは、なんと13歳ながら作中で一度結婚してしまう。はぁ、しかも結婚したのはジャングルにいる謎の部族。はぁ、13歳で国際結婚という偉業を成し遂げたわけだが、さらにすごいのが、その後即離婚することだ。なんでだ、早すぎてついてけないわ。つまり、13歳で結婚と離婚を経験するという超恋愛マスター。さらに離婚のショックによりついに彼女は、異星人こそが最高の結婚相手として求婚しに行くのだ。マジでメンタル化け物すぎるだろこいつ。当たって砕けるどころか、より巨大なモンスターと化していく。アニメ界でも伝説的なラブコメ担当キャラである、レイムも恋愛に悩んだらぜひミント先生から元気をもらってほしい。元気どころか早くミントを医者に見せたいよ。さて、続いては、この美しき人物である。何この超美人は、今度は普通に綺麗な人じゃん。この女性の名前はイエロー。歌声が自慢の本作におけるアイドル担当という役割だ。あ、アイドルってまさか、またここもマクロスなのかよ。そう、ここでもマクロスのヒットにより、なんか歌を歌うアイドルキャラを出しとけばいいとばかりに、今度は美形アイドルを投入したんだ。タツノコ本当に節操ないな。まあ作中では人気歌手という感じで、地球では最も有名な女性アーティストという立場なのだけど、なぜか出会ってすぐスティックたちと共に、一緒にレフレックスポイントを目指すと言い出す。そこでスティックに女は連れて行かないと言われ、だったら私、男になるわ、と言い出し、いきなり服を脱ぎ始める。ああはいはい、そこで男の格好をして、男装キャラで人気を得ようっていう寸法ね。振り返ると、突然男前になっており、俺はイエローベルモンド正真正銘の男だ、と言って自慢の細マッチョを見せつけつつ突然男であることを明かしてくる。本物かーい。どうなってんだこのアニメ。もう全然追いつけねえ。まあね、実はこのキャラ、女の声が歌手の峰母さんで、男の声優さんはブライトの鈴沖弘隆さんなもんだから、そのギャップが凄まじいことになっている。例えるなら、最初は高級なチョコレート食べてたと思ったら、中から赤身のステーキが出てきたような感覚だ。声優のいきなりステーキじゃねえか。しかし、当時の視聴者は違和感を感じなかったのか、女性ファンだけはひたすらにいたらしい。80年代の不女子イカれてるのかよ。まあ現代でもこれほどの男の子はいないので、このキャラだけでもぜひ見てもらいたい。むしろ見るの怖いわこんなの。そして元暴走族の女スケバンでありながら作中ではツッコミ担当の常識人風家とか、巨漢で唯一30代なのにチームでは一番バカにされてる中年アルバイトの新人みたいな整備担当のジム。物語後半で登場してきたのに本作のガチヒロイン枠を突如かっさらい、メイン女性キャラからリアルに嫌われる姿まで描かれたサークルクラッシャーのインビットの愛車など、キャラクターのバランス完全無視の個性的なメンバーが大活躍するよ。何が個性的だよ。もうキャラが濃すぎて胃もたれしてきたわ。にしても展開が全然読めない。一体何なのこのアニメ。ふふ、よく聞いてくれた。なんとこのアニメ、ロボットアニメながら、ポストアポカリプスロードムービーというハリウッド SF 顔負けのストーリー展開があるのだ。ポストアポカリプス、何それ初めて聞いたんだけど。ポストアポカリプスとは SF でも人気の設定で、何らかの理由により崩壊した世界のその後を舞台にした SF ジャンルの一系統だ。例えるなら北斗の拳とか、その元ネタとなったマッドマックスとかだ。ああ、核戦争とかで文明が滅びた系ね。そう、そしてこのモスピーダも同じくポストアポカリプスものでもあるんだ。ロボットアニメで。そう、まさかのロボットものでポストアポカリプス。しかも宇宙人による支配まであって、類を見ないかなり尖ったポストアポカリプスだ。まず、主人公たちはなんだかんだありつつ北米大陸にあるレフレックスポイントへ向かうのだが、
その道中に、宇宙人に支配された変わり果てた地球の現実を見ることとなる。地球には少なからずも生き残りがいて、崩壊した街で暮らしていたりするが、彼らは完全に宇宙人に怯えながら生きており、食料すらままならない暮らしをしている。うわぁ世紀末だな。それでも軍人であるスティックたちは最初の街で食料を分けてもらおうとする。何せスティックたちは地球を救いに来た軍人だ。当然生き残りの地球人は食料ぐらい分けてくれると思うだろ。まあそりゃそうだよね。ところが、最初に立ち寄った街で、食料を渡してくれると思ってたら、いきなり宇宙人に売られる。はぁ、なんで、地球救いに来たんだよ。実は生き残った人類はもうそんな甘い期待すら持ってなかった。地球が侵略されて以降、地上に残された人類は宇宙人の恐怖に怯え、日々彼らの監視下で生きることになっていた。その結果、軍人をかくまったと知れれば、すぐにインビットたちに皆殺しにされる恐怖から、主人公たちを宇宙人に密告したんだ。こういう状態は初めの街だけじゃない。至る場所で人々は限界の生活を強いられており、さらに宇宙人による監視という最悪の世界、世紀末&宇宙人の監視社会という、アポカリプスとディストピアを混ぜた驚異の SF 地獄なのだ。いや、これロボットアニメでしょ。なんでこんなクソ重い設定にしたんだよ。ひどいのは、人々の倫理観も崩壊してることだ。仕方なく宇宙人に売るならまだしも、中には金を奪うためだけに、旅人を何人もインビットの元へと送った奴もいる。うわえげつない。さらに恐ろしいことに、元は善良な人間同士が、残虐な殺し合いをしていたりするし、つまりだ、もはや地球は人類が全部滅びた方がマシくらいの、地獄のありさまと化しているわけだ。そうして人類が宇宙人から怯えながら暮らす街から街へと旅していく話だけに、子供には重すぎる闇深きロードムービーと化す。特にひどいのが、スティック関連の話だ。ある回では、降下目標に不時着した6000人の部隊と合流しようと目を輝かせて現場に向かったら、全部隊見事に全滅していたり、憧れであり目標として軍にまで入隊したきっかけとなった英雄が、インビットのスパイになってスティックを撃ってこようとしたり、胸くそー。しかも、この流れが街にたどり着くたびに起きる。そのせいで、もはや新しい登場人物が出てくるたびに見てるこっちは、また裏切られるに決まってる、と、登場してくるキャラクターを全員信じられなくなる。なんでそんなことすんの？しかも、結構純粋な若者が騙されるせいで結構エグい。いやマジで見たくないよそんなの。これ大人向けアニメとかなの？いや、日曜朝9時から放映されてた。暗い日曜日の始まりだなおい。マジで何考えてんだこの時代。しかしこれがいい。いやよくねえよ。もともと昔の軍モのハリウッド映画と、西部劇を意識して作られているだけに、えげつない刺さり方をするストーリーが大人にこそ響く。敵にも事情があることをちゃんと描くし、人間の愚かさをしっかり描いた、1話完結の群像劇が実に最高だ。先の紹介した裏切り者の英雄の話も実は英雄が街を守るために仕方なくやっていたことだったりする。複雑だねけれど英雄は襲われたスティックたちを守るためインビットに反撃を試みるのだが、ラストは守っていた英雄が死に、主人公たちが旅立ったその夜、街はインビットに包囲されたところでラストを迎える。それって街はもう？そう、おそらく皆殺しにされる。そこまで描かず、視聴者に不安を与えたまま、正義では救えないものがあることとその代償を感じさせてラストを迎えるという、子供向けロボットアニメの常識を覆す話もあるんだ。確かに子供には重いけど、なんか面白そうだな。でもなんで打ち切りになったんだろう。やっぱりマクロスのパクリが原因なの。まあ先に言っておくと、80年代のロボットアニメで打ち切りなんて結構ザラで、別に特別なことではないんだ。なんで？簡単に説明すると、まずこの時代の SF アニメは基本ロボットをどうプラモで売るかが全てだ。なぜなら、ソフトを売るということができない時代なんだ。前回のゼイラムは普及したばかりのビデオでカルトヒットしたが、モスピーダが放映された1983年のビデオの普及率はわずか 11% と言われた時代。そんな方法がまだ確立されていなかったこの時代では視聴率低下とか玩具の売り上げ低迷で、打ち切りはよくあることだった。今スパロボに参戦している80年代ロボットたちだって、かなりの数が打ち切りでラストを迎えている。そういえばガンダムだって最初は打ち切られたんだよね。そんなシビアな時代だったから、3クール予定が半分の25話で打ち切られてしまった。1クール終了後からなんとか調整しラストを迎えることはできたが、話の筋が無茶苦茶で誰が見てもわかる打ち切り感に悲しみが湧く。で、打ち切りの原因って何だったの？一番の原因は視聴率の低迷と言われている。一つ目はロボットの活躍がかなり遅かったことと、マクロスのパクリだってことだ。もう誰が見てもわかる通り、今作はマクロスの劣化版みたいなレギオスというロボが出る。
本当時の子供はロボットの活躍を望んでいて、パワードスーツのライドアーマーよりもロボの方が好きだ。それがマクロスに激似となれば人気が出ないのも当然。さらにロボットの活躍がかなり遅い。インビットの神たちは序盤からかなり出るのに、味方ロボの活躍は数話目からという遅さ。当時の子供からしたら、なんだロボでねえのか、とすら思われていたはずだ。そして最悪なことに、このモスピーダが放映されていた時間帯は裏番組が強すぎた。裏番組、それで打ち切りとかなるの？録画は愚かビデオすら普及してないこの時代、テレビの視聴率争いは今よりも激しい。裏番組のせいで打ち切りなんてザラだったようだが、モスピーダの裏番組は、なんとあのパーマンだった。最高視聴率 35% を誇る化け物アニメに、モスピーダは完全に食われたと聞く。本物の異星人は藤子 F 不二雄だったのね。まあこれが打ち切りの主な理由だが、そもそも人気が出なかった理由は多々あるんだ。共感しにくいダブル主人公に、イカれたメインキャラと、裏切り者だらけの登場人物、ロボが出ない話が多い点など、子供向けロボットアニメとしては致命的な部分がかなりある。唯一イエローだけが人気があったが、当時数少ない女性ファンからの支持であり、ターゲットである男の子たちに刺さらなかった。この他にも、各話のストーリーの面白さレベルが極端に乱高下していて、つまらない回が本気でつまらない。いやもうそれつまらないじゃん。いやー、確かに尖っててぶっ飛んでるとは思ったけど、これはさすがに打ち切りになるわ。あれ？でも、そういえば最初に世界的ヒット SF アニメ、とか言ってなかった。言ってたよ。こんな打ち切りアニメで世界的ヒットとか、どうやってできるの？絶対無理な気しかないよ。その通りだよ。ただ、このモスピーダならね、どういうこと？さあ長く待たせたが、ここからが本番だ。今回マジで長いなおい。放送が打ち切りになってから数年が経ち、日本の子供たちがモスピーダのことなどとうに忘れてしまった頃、とあるアメリカの会社がタツノコプロダクションにある計画を持ちかけた。その会社の名はハーモニーゴールド USA。この番組制作会社は、タツノコプロダクションに、超時空要塞マクロスの放映をアメリカでやらないかと持ちかけたんだ。すげえマクロスってアメリカでもやってたの？しかし、アメリカのアニメは基本話数が長い。ゴールド社の要求は最低65話、初代マクロスは全36話、これでは話数が足りなくなる。そこで、マクロスに近い作品を同一シリーズとして放映することで、アメリカでの放映が決まったのだ。そのアニメの名は、ロボテック。実はこのロボテックの中でもスピーダが放送されていたんだ。どういうこと？ロボテックはマクロスの他にタツノコの3つのアニメで構成されている。一つはモスピーダ以上の高速打ち切りを経験した超時空機団サザンクロス。そしてマクロスに激に打ち切りモスピーダだ。この3つの作品は本来マクロスと何ら関係ないのだが、いずれも、ファーストコンタクトもの、と言われる SF の1形式にのっとっている。ファーストコンタクト？人類が宇宙人と遭遇しコンタクトすることから物語が始まるという SF じゃとても古典的なものさ。マクロス、サザンクロス、モスピーダはいずれもその形式に該当するため、これらを同じ宇宙の時代別の話とし、各時代で宇宙人と遭遇し戦闘を繰り広げるという SF サーガにしたわけだ。また、タイトルも変わり、モスピーダはロボテックの3部作目にあたる、ニュー、ジェネレーションという名前で放映されたんだ。モスピーダからニュージェネレーションか。待てよ。もしかしてこれが、そう、本作以外のモスピーダ。アメリカに渡り名前を変えたモスピーダさ。そして、これが驚くべきヒットを記録した。放映された1985年アメリカではまだ日本のアニメはほとんどなかった。そこに来て、突如やってきた日本産のリアルなロボットアニメたちは、アメリカのオタクたちに強い衝撃を与えたんだ。マクロスが人気だったのは当然だが、驚くべきは不人気だったモスピーダの評価が180度反転したことだ。そもそも、モスピーダは日本ではマクロスのパクリという部分が不評の大きな理由だったが、マクロスと実情の同一シリーズとして放映されたことで、アメリカではパクリとは一切思われてない。そんなのありかよ。しかもストーリーや設定はアメリカのキッズ向けだった。アメリカ人でもわかりやすい SF アポカリプス、西部劇的な要素とマッドマックスの感覚、おまけにバイクとロードムービーという、ハリウッドを意識した世界が、日本人ではなくアメリカ人には刺さってしまったのだ。日本では理解されない部分がついにアメリカで花開いたわけだ。いや、アメリカだけじゃない。実はロボッテクシリーズはアメリカから世界中に輸出され、様々な国で放送されていたんだ。ロボテックすげー。放送されたのはカナダ、ヨーロッパ各国、南米大陸オーストラリア連邦ロシア連邦、中国と、凄まじい数で増えていった。そして、そこでもアメリカ同様、いや、それ以上の衝撃をオタクたちが受ける。それ以上の衝撃というのも、日本のアニメが世界中で放映されるのはもう少し後のことで、ドラゴンボールだって世界に行ってない。
そこで、これだけの国で放送されたアニメというのは歴史上初めてのことだったんだ。すげえなロボテック。その結果、モスピーダの英語版であるニュージェネレーションも、世界中でファンを獲得することになる。ただし、残念ながら海外で放映されたのは、ロボテック、ニュージェネレーション、であって、モスピーダではない。そのせいで、多くの人がインターネットが発達し日本のアニメの情報を手に入れられるようになるまで、原作のモスピーダというタイトルを一切知らなかったんだ。うわー惜しい。逆に日本人も同じくモスピーダの海外での活躍を知らず、知名度もないまま、リアルタイムでモスピーダを見た多くの人は、まさかこんなことになってるとも思ってないし、その後生まれた僕らもモスピーダの海外での活躍を何ら知らないままなんだ。なんか複雑だな。しかし、マクロス、サザンクロス、モスピーダの3部作で構成されたロボテックは、世界中に SF アニメを広げた功績から、アメリカでは様々な SF 団体で賞を受賞、SF 史、アニメ史に残る傑作と評されることとなる。いやーなんかもう、まさかモスピーダがそこまでの活躍をしてたとは、ただの打ち切りアニメじゃなかったんだね。まあマクロスあってのロボテックではあるけど、アメリカ人受けの良かったモスピーダもなければここまでの活躍はできなかったからね。まさに立役者だよ。というわけで、今回はモスピーダの紹介だったけど。いやー、もう最初はなんだこれと思ってたし、キャラクターもぶっ飛んでるし、そりゃ打ち切りだよと思ったけど、まさかアメリカで花開いてたとはね。あ、ちなみに、イエローはアメリカでも腐女子に大人気で未だにファンアートも多数あるけど、性的盗作が過ぎると倫理委員会に目をつけられてイエローのせいで再放送が1回なくなってるよ。あいつアメリカでも変なキャラじゃねえか。まあそんな面白いキャラがいてこそのモスピーダ。ロボだけじゃないロボットアニメも普通にあるし、スパロボだけじゃない SF ロボットアニメの世界はまだまだ他にもあるんだ。なるほど、確かにそうかもねー。てなわけで、今回は長くなったけどここまで次回も超大作紹介するから期待してね。頼んだぞ。